イノベーションで開発したデジタルシャーマンは結構人間の死と弔いとかテーマだったんですけど、その反動で2016年ぐらいからなんか逆に祭りとか聖なエネルギーですよ。そうなんです。なんか結構死に向き合いすぎて逆に反動で人間の生命エネルギーみたいなものがなんかこれは死だけで話を通した方がこの原稿としてはいいのか、はい、反動まで入れた方がいいのか悩むところですね。そうですね。死だけで通した方がなんか潔いというか、ただイメージが自分が一番、英訳とか欲しいのはこの辺りです。新しいところそういや死に向き合いすぎたと。そう死に向き合いすぎた、である日部屋でなんか私はなんでこんなに死ばっかりやってんだみたいな気がついたと。あとはフランス人の写真家でシャルー・フレゼっていう人がいまして、その人が撮った妖怪の島っていう日本の民間風習、生ハゲもそれこそ僕なんか知ってるかもしれない。それを見てなんかすごくなんか感動して祭りってとかなんか日本の土俗的なものがすごくあるからね。そういう土俗のなんか風習とかお祭りってめちゃくちゃ面白いなって感動して、でその時ちょうど会社辞めたばかりで、いろんな会社の人となんかヤフーについた。そうです、ヤフーにいたんです。なんか仕事しましょうイエーみたいな話をモードになっていて、でその時ISID イノラボっていう組織が声かけてくれて、結構そのオリパラに向けたなんでしょうアウトリーチ活動とかもやってるところだったんで、そこと絡めてその日本の地方の土俗の文化を海外発信する何かをやりましょうみたいななってその時超ブームだった生ハゲを、そのブームがあったんですか。そうなんです。生ハゲブームがあったんですよ。知らなかった。生ハゲが好きすぎるみたいななぜかでオガンの役所に飛び役所の人に地元の伝承の話をいろいろヒアリングし、で結構その生ハゲっていうなんて言うんだっけ、なんとかこういないねかなんだっけ、悪い子は悪い子はい悪い子いねかみたいなで、そういうふうになんかただ脅してるように見えるんですけど、でも実はあれ集落の一軒一軒をこう生ハゲが回っていくことによってその集落の治安を維持するとか戸籍を管理するとか変なやつをかくまってないかとかそうかもしれないですね。なんか結構政治的だったり社会的結構コミュニティとしての機能がめちゃくちゃあるっていうことが発覚し、本当にそうなんだ。みたいです。あと子供のしつけとかいろいろあるんですけど、子供もあるけどね、いきなりあれ人の家に入ってくるところがすごいですよね。そうなんです。一軒一軒押しって何人一家全員確認するんで。本当ですかそれ。みたいです。すごい管理社会的な。管理社会的な意味合いが結構あったということが発覚したので、それをまた現代の都市に移植したらどうなるのかという中心の作品をその時は作っていました。そういう現代の都市にもう生ハゲというシステム名目のもとという生ハゲをシステムとして実装したらどうなるのかみたいな。その時はただ映像作品とコスチュームは実際のアウトプットとして作ったものだったんですけど、でもやっぱり祭りという現象そのものがやっぱ面白いなと思っていたので、本当に祭りやりたいなって思ってやってるのが今です。その生ハゲが手始めに始まって、次はちょっと自分で生ハゲってでも祭りなのかな。生ハゲ祭りじゃないですね。来訪神行事、祭りも何行事って来訪神行事っていう来訪神ね。来訪神もう柳田国男の世界ですね。でもそうかもしれないです。ちょっとやっぱ参考文献としてなんか年の終わりにやってきて1年間のやってきたことを戒めるっていうのは本当に世界中どこにでもあるらしくて、なんか日本もなんか節句って僕らほんのいくつかしか知らないけど、昔はなんか1年のうちの何分の1ぐらいが何らかの節句、そうなんですよ。そうものすごく細かくいっぱいあるらしいですよね。その節目でなんか日々のでももうほとんど忘れられちゃってるんだけど、それがまた地域によって違うとか、そういうあれなんでしょうね。それは結構ヨーロッパでも日本でもヨーロッパにもあるの？そう生ハゲを最近ヨーロッパに持って行ったんですけど、こんなのあるとか言われちゃって、うちにもあるって言われた。田舎の農村にはやっぱそういうまさか明治時代にヨーロッパから導入されたとかそんなことないでしょうね。どうですか。なんか農村と田舎はどこでもあるみたいですね。こういう化け物がやってきて、ひょっとしたらなんかアジアでユーラシア大陸のここまで僕前なんかトルコ行った時になんか甘栗売ってて、で甘栗の生誕発見とか言ったらパリでも売ってますって言われちゃったんだけどなんかそういう分布図みたいのがきっとありそうですね。それがなんかそれぞれ
自然発生的に行われているのか偶然なんかできるのか、伝わったもんなのか伝わったのかちょっと分かんないんですけど、本当にどこにでも来訪神ってもうその言葉はもう訳語があるぐらいあれなんだ。そうですね、ただ、来訪神という言葉なのか、サンタクロースも来訪神と言われてます。年の終わりにやってきて、いい子にはご褒美をあげようっていうこと。サンタクロースは生ハゲだったというのは今日は見出しとしてはかなり良い感じですが、しかも煙突から入ってきちゃうから怖いもうより怖いですよね。なんか単なるストーカーかみたいなね。生ハゲは悪い子はお仕置きするが、サンタクロースはなんかいい子にご褒美をあげる方の、しかも暴走族みたいな感じだしそういうことなんだ。ポジとネガの違いがあるんだ。そうかもしれないですね。そうなんだ。あれだって中東かなんかですよね。そうなんですサンタクロースの発端って中東で、それが北欧神話と組み合わさって、さらにコカ・コーラがコマーシャルに使って赤い服になってるね。そうなんですよ。でもそうですね、なんか商業化されたりポップになったりはするんですけど、やっぱ生ハゲはまだなってないから。でも生ハゲは比較的ポップだと思うんですよ。ポップだけど商業化してないじゃないですか。でもどうでしょうね。結構生ハゲ協会とかあるんですか。日本でほらサンタクロース協会になってる人とかいるじゃん。生ハゲ伝道師認定試験取りました。なんだあるんだそうそれはその生ハゲ検定を取りました地方おこしこんなにきっと原稿収まらないんだよね。確かに。